身長富士スイミングクラブの安田です。クロールのキックをするときに膝を曲げすぎてはいけないというのは前回の動画で説明しました。ではどれぐらい膝を曲げていいのか。膝を曲げすぎると体が沈んでしまいますし、膝を伸ばしたまま動かすと進まない、こんな悩みがある方も多いと思います。今回の動画ではクロールのキックでどれぐらい膝を曲げたらいいのか話していきたいと思います。最初になぜキックを行うのか確認をしていきましょう。それは体を浮かす浮力と前に進む推進力、この2つの力を得るためです。水を下方向に蹴ることで浮力を得ることができます。水を後ろの方向に蹴ることで推進力を得ることができます。この2つの力を得るために斜めの方向に水を蹴るようにしていきます。ここで重要になるのが足首の関節の可動域です。足首を伸ばす方に可動域の広い方は膝をあまり曲げなくても足の甲を斜め下方向に向けることができます。このまま水を蹴れば浮力と推進力を得ることができます。足首の関節が硬くて足の甲が斜め下方向に向かない方は足の甲が最低でも浮力を得られる下方向に向くまで膝を曲げる必要が出てきます。言い方を変えると、足首関節の硬い方は膝をある程度曲げてあげないと浮力も推進力も得ることができません。しかし膝を曲げれば曲げるほど体は沈みやすくなってしまうので、何を一番の目的としてキックを打つのかという部分が非常に大切になってきます。とりあえず体が沈まなければいいというのを目的にするのであれば、足の甲が下を向けばいいので、膝を曲げる角度というのはある程度抑えることができます。しかし推進力も得たいという場合はより膝を曲げないといけないので、キックした後進むかもしれませんが、曲げた時の水のブレーキが大きくなるので、これも体の沈む原因になります。何を一番の目的として優先にしていくのか考えて、どれぐらい膝を曲げていくのか決めていく必要があります。一番いいのは足首の関節の可動域を広くして、あまり膝を曲げない状態でも足の甲が斜め下方向を向いて浮力と推進力が得られるように蹴れるようにしていくことです。そのためにはストレッチなども定期的に行わないといけないですし、かなり時間もかかってしまいます。だからといって足首の関節が大きく広がるまで水泳の練習をやらないっていうのは無理だと思います。最初のうちはキックで体を浮かすことに専念をして、その浮いた体を手で水をかいた推進力で進ませるという泳ぎ方でもいいと思います。この時にどれぐらい膝を曲げたらいいのかというのは足首の関節の可動域によって個人差があります。まずはいろいろな角度で膝を曲げてみて、どれぐらいの角度で膝を曲げたらしっかり体が浮かせられるのかというのを確認をしてみてください。キックは水泳の基本動作なので、最終的には足首の関節の可動域を広くしてキックをした時に浮力と推進力が得られるようにしていきます。この2つの力が得られることができれば長い距離も楽に泳げるようになります。
キックの練習を頑張ってください。今回の動画の内容が良かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。